放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。体重は無双状態で遺跡を制覇。黄金の光に包まれ、槍は完全に姿を変えた。ユーマの手の中にあるそれは、もはや古びた武器ではない。白銀の刃先には微細な魔法紋が走り、絵の内部には淡い青い光が脈打つように流れている。天星山抜けの槍。ユーマはつぶやき、進化の結果を確かめるように軽く振ってみた。その瞬間、周囲の空気が一瞬震えるような感覚が走った。空間そのものが裂けるような感覚。まるで槍が次元を切り裂きながら動いているかのようだった。何それ。すごいじゃない。イーナが飛びのくようにして声を上げた。敵の防御を無視して攻撃できる槍ってところだな。ユーマは自分の手応えから、それがただの武器ではないことを確信した。つまり、どんな硬い敵でも一撃で倒せるってことを、そういうことだ。こりゃ本物っぽいにゃ。イーナは尻尾をピンと立て、興味津々といった様子で槍を覗く込む。これなら、遺跡の奥まで進めるかもしれない。そうつぶやいたところで、イーナは満足げにうなずくと、あっさり背を向けた。それじゃあ、私はお宝探しの続きに戻るにゃ。くるりと身を翻し、尻尾を揺らしながら去っていこうとする。しかし、ユーマは思わずその背中に声をかける。ちょっと待ってよ。にゃー。振り返るリーナの耳がぷくりと動く。この後、どうするつもりなんだよ。もう十分稼いだから、さっさと出口に向かうつもりだよ。リーナは腰のポーチを軽くはたき、チリンと金属音を響かせた。でもまだ敵がうろうろしてるだろ。羽鳥で抜けるのは危なくないか。ヤワは、まさか心配してくれるのを。私、こういう遺跡は何度も抜けてるから慣れっこだよ。いや、そうじゃなくて、言葉を濁すユーマを見て、イーナの尻尾が楽しげに揺れた。もしかして、寂しいのを。違うよ。即座に否定したものの、頬が少し熱くなるのを止められなかった。ほんの少しとはいえ、会話が心地よかったのかもしれない。それに、一緒にいた相手が急にいなくなるのは落ち着かなかった。別に、そういうわけじゃないけど、ただ、ほら、羽鳥だといろいろ面倒だろ。嬉しそうに笑うリーナ。優しいんだか不器用なんだか。それにさ、ユーマは少し声を大きくして続けた。お前、サックスの槍があればもっと奥まで行けるって言ってたじゃん。リーナの耳がぷくっと反応する。ニャワは、覚えてたんだ。君、意外とずる賢いんだね。だって本当だろう。俺もこの槍の力をちゃんと試したいし。リーナは少し考えると、瞳をキラキラさせながら槍を見つめた。まあ確かに、君の持ってるもの、どう見ても普通じゃないし、だろう。ユーマは苦笑しながら、槍を軽く振ってみせた。刃先が空気を切り、リーナの髪がふわりと揺れる。ちょっと見たいかも。じゃあ、ユーマは一瞬迷った後、素直に口を開いた。一緒に来ないか。お前なら、遺跡の構造とか敵の動きとか、いろいろ教えてもらえそうだ。リーナの瞳が一瞬、大きく見開かれた。なるほど。道案内観戦要員ってわけ。ユーマが笑みを浮かべると、リーナは肩をすくめた。しょうがないにゃ。そこまで言われたら付き合ってあげる。その代わり、宝は山分けだからね。約束だ。ユーマの顔に、半度の笑みがこぼれた。こうして、ユーマとリーナは奇妙なコンビを組み、遺跡の奥深くへ踏み込むこと
していた敵も今は違う。ユーマの手には天保寺の槍があり、その力が彼に自信を与えていた。イーナの鋭い感覚と相まって二人は奥へ進むたびに勢いを増していく。だがその洞通路の奥から低く響く地響きとともに全身を岩で覆った魔物ストーンゴーレムが姿を現した。かつては手も足も出なかった強敵だ。しかし行くぞ。ユーマは槍を構え一気に踏み込む。ストーンゴーレムが腕を振り下ろすよりも早くユーマの槍が突き出された。スン。鈍い音とともに岩の巨体を貫いた。ゴーレムの体は光を放ちながら粉々に崩れ落ちる。一撃。ユーマは思わず息を飲んだ。まるで防御の概念が存在しないかのように槍が貫通していた。本当に防御虫にゃ。イーナが目を丸くし簡単の声を漏らす。これならボスも倒せるぞ。二人が最後にたどり着いたのは広大な空間だった。中央に鎮座するのは通常のゴーレムよりもはるかに大きな存在。ロックバルド。全身に複雑な魔法陣を刻み、胸の奥では青白い魔力核が脈打っていた。その存在感はまるで古代の心臓のようだった。ボスにゃ。イーナが小さくつぶやく。次の瞬間ロックバルドが目を開いた。遺跡全体が震える。ユーマは天保寺の槍を構えた。ゴゴゴゴ。遺跡の奥、石造りの祭壇でその巨体がゆっくりと立ち上がる。身長は優に3メートルを超え、手足の太さは丸太のように大きい。その圧倒的な存在感にユーマは思わず息を飲んだ。怪物かよ。心臓が高鳴るのを感じた。足元が震えそうになるのを筆でこらえる。ズシンズシン。ロックバルドが歩を進めるたびに大地が揺れた。崩れた石片が四方に飛び散り、天井から砂が降り注ぐ。こいつ強いにゃ。でもやるしかない。こくりと唾を飲み込む。その瞬間ドーン。ロックバルドの巨腕が振り下ろされた。うわ。ユーマは横に飛び去る。拳が地面に叩くつけられ、看板が粉々に砕けた。地面には深いクレーターが生じている。まともに食らったら即死にゃ。わかってる。息を荒げながら間合いを取る。圧倒的な力の差だが退くつもりはなかった。少し時間を稼ぐにゃ。時間。ふふん。いい作戦があるよ。そういうやいなや。イーナはポーチから小さな黒い玉を取り出した。それは即席の爆弾にゃ。これで奴の注意を引く。そう言ってイーナは迷いなく投げつけた。ボン。爆発が起き、ロックバルドの顔面が煙に包まれる。一瞬巨体の動きが止まった。今にゃ。イーナの声に反応しユーマは一気に跳躍する。目指すはロックバルドの胸の魔力核。槍の穂先が黄金色に輝く。貫け。全力の一撃が一直線に突き出された。つぶー。槍はロックバルドの装甲をたやすく貫通し、その奥にある魔力核を突き破る。パキーン。砕け散る魔力核。瞬間ロックバルドの動きが止まり、青白い光が急速に薄れていった。どうだ。貫いた。槍を吹き抜いた。その直後、ゴゴゴゴドーン。壮絶な轟音とともにロックバルドは巨体を揺らしながら崩れ落ちた。ユーマは大きく息を吐き、槍を地面につく。やったー。すごいにゃ。イーナが歓喜の声を上げながら勢いよくユーマに飛びついてきた。わあ。ユーマはその勢いに押されて尻餅をつく。見上げるとイーナが満面の笑みを浮かべていた。ふふ。君めっちゃかっこよかったよ。ユーマは恥ずかしそうに頭をかき、軽く笑ってごまかした。ロックバルドの崩れた後には青白く輝く魔法石が転がっていた。ユーマは
それを拾い上げ、静かにつぶやく。これが進化の能力かよ、とんでもないな。ユーマは深呼吸し、握りしめていた槍をゆっくりと下ろした。でも倒したぞ。ほんとすごいよ。あんな化け物を一撃でやっつけちゃうなんて。イーナが目を輝かせてユーマを見上げる。尻尾が小さく揺れ、ニーハイに包まれた細い足が弾むように動いた。まあ槍の力がすごかったってだけだろ。ヤワは謙遜しちゃって。君って結構シャイなんだね。イーナはクスッと笑うと、ぴょんとユーマの目の前に飛び出した。そういえばちゃんと名乗ってなかったね。私はリーナ・フィオナ、冒険者兼行商人兼トラブルメーカー。最後のいらないだろ。ユーマは呆れながらもリーナの笑顔につられて口元を緩める。俺は篠崎ユーマ、ただの冒険者だ。ただの冒険者があんなすごい槍を持ってるわけないでしょ。イーナはニヤッと笑いながらユーマの槍をじっと見つめる。まあ詳しいことはおいおいとくにゃ。でもとりあえずこれからどうするの？そうだな、もう探索は終わったし、一旦町に戻ろうかな。ユーマがそう言うと、イーナは尻尾をピンと立てて顔を輝かせた。やふふ、それなら私も一緒に行く。おいおい、遺跡を出るまでの約束じゃなかったっけ？当然でしょ。こんな面白そうなと逃がすわけないって。イーナは腕を組み、満面の笑みを浮かべる。ユーマは少し考えたが、すぐに肩をすくめた。まあ別にいいか、決まり。イーナは嬉しそうに飛び跳ねる。ユーマは立ち上がり、ロックバルドが崩れ去った広間をゆっくりと見渡した。枯れ木の隙間には古びた武器や防具の残骸が散らばっている。どれもこれまで見てきたものとは明らかに違っていた。形も質感も異様で、まるでこの世界の理から外れたような不思議な雰囲気を放っている。ここ本当に不思議な遺跡だね。イーナが落ちていた剣を拾い上げ、明かりにかざす。刀身の表面に淡い青の文様が浮かび上がった。それは生きているかのように揺らめき、そのものが呼吸しているようにも見えた。ユーマもまた自分の手にある天保持の槍をじっと見つめ直す。同じような青い文様、俺の進化能力で変わった武具とここで発掘されたものどこか似ている。そう感じた瞬間、イーナがポンと手を打った。そうだった。この遺跡、実は異世界の武具が眠ってるって噂があるんだよ。異世界の武具。ユーマが首をかしげると、イーナは得意げに尻尾をピンと立てた。あくまで噂だけどね。昔この場所で異世界から来た戦士たちが壮絶な戦いを繰り広げたらしいの。その時に使われた武器や防具が今でもあちこちに残ってるって言われてるにゃ。戦いの名残か。ユーマは壁に刻まれた謎めいた文様や岩肌を走る光の筋を改めて見つめた。確かにただの遺跡とは思えない。息遣いのようなものが漂っている。そうそう、その戦いがあまりにも激しかったせいで空間そのものが歪んでるんだって。だから普通じゃありえない強力な武具がたまにポロッと出てくるの。イーナの言葉を聞きながらユーマは槍を軽く握りつぶやいた。異世界の武具、もしそれが本当なら俺の能力とも関係があるのかもしれない。ヤワはやっぱりユーマの力普通じゃないよ。もしかしてユーマ自身が異世界の戦士だったりして。冗談めかしてユリーナにユーマはドキッとしながらも肩をすくめた。どうだろうな、俺にもわからないよ。だが胸の奥にかすかな違和感が残った。それは言葉にできない引っかかりのようなもの。そして今はまだ触れるべきではないと本能が告げていた。とりあえず町に戻ろう。後で詳しく調べればいいさ。賛成。それにお腹も空いたし。リーナがにっこり笑うとユーマも少しだけ口元をほころばせた。二
二人は崩れた石段を登り、明かりの差し込む出口へと向かう。振り返れば、